ようございます。時間になったので、ライブ配信を始めようと思います。よろしくお願いいたします。はい、では準備中ではないので、もうこちらは撤収いたします。4月2日の6時半から7時6時半から7時ということで始めようと思います。はい、では失礼いたします。失礼いたします。はい、今日もちょっと飲み物を準備したので、途中で飲みながらやっていこうかなと思います。で、今日差し子するのはこちらでございます。ちょっと糸を変えるのでお待ちください。今糸を変えている最中です。失礼しました。はい、今糸を、はい、変えておりました。ちなみに今うちの猫様が私の膝の上で踏み踏みをしているんですが映像ではちょっとお見せできなくて申し訳ありません。あのこのこの角度で、今も踏み踏みをしておりますはい、ちょっとお湯を飲みます。おはようございます。おはようございます。コメントもありがとうございます。朝早くから見ていただいてありがとうございます。淡々と差し子をしていく配信でございます。準備中ですか。はい、準備しながらごゆるりとっていうのも変ですね。準備しながらですからね。はい、ありがとうございます。準備中に見ていただいて。はい、今昨日のライブ配信の時点でこの横のラインがちょっと残っていて、そこが昨日のライブ配信で終わったんですね。なので今の段階では縦と横が終わりました。で、ここから今日から斜めに入っていきます。で、斜めに入っていくことによって、今ちょっと近くにあるので見ていただきますが、結局これと同じ模様でやっていこうかなっていうふうに思っていて、斜めが入ることによって、入れば入るほどここの隙間がだんだん道なりに見えてくる
っていう感じですね。まあ私はそれが楽しくてこの模様が好きだなと思っています。あ、おはようございます。では私はじゃあこのラインでちょっとやってみますね。はい。そうですね。ちょっと指し始めなので、ちょっと手元に、集中をしているかもしれません。どうなるんだっけな。えーと、そうですね。うんと、うんうんうん。はい。これずれるとずれていくので、ちょっと慎重にやらないとなって今ちょっと思ったので、じっくり眺めていました。ここの間をちょっとさらしとさらしの間、糸を通して上まで出しました。なのでその線に沿って刺していって、でそのまままっすぐ端っこまで行こうかなと思っています。ちょっと手元に集中しております。刺し始めなので。あ、そうですね。皆様も朝この時間に準備だったり、ちょっと飲み物を飲んだり、いろいろ何かやりながらごゆるりと見ていただければと思います。私は淡々と刺し子しております。ここがちょっと糸引くのが私だいぶ今慎重にやりました。まだちょっと長いので絡まってしまいそうな気がしたので、ここもね、あまりギュイーンってやってしまうとこう擦れてしまう感じが心配なので、あまりこう完全に引きたくないところは今ちょっとこう押さえながら押さえてあげながらキュッと引いています。よいしょっと。うん、はい。ちょっと今うちの猫様がこたつに入りそうなので、今こたつ布団をちょっと上げておりました。で今もう中に入っているので、多分ここの下あたりにいるんじゃないかなと思います。はい。ではこの刺し始めのところを今やりましたので、あとはこのまままっすぐ行こうかなと思います。
さあこの斜めをまっすぐ指しながら、昨日のライブ配信の反省点を生かし、ちょっと変えたところを指しながらお話しさせていただくと、あ、ちょっと待ってください。今ここが絡まりましたので、これをちょっと直してから話をしようと思います。あ、大丈夫でした。まだライブ配信はですね、今日で4回目なので、なんかライブ配信とはこういう感じなんだなっていうこととか、あと機材の方のセッティングですね、その辺とかももう手探り状態でやってるので、あ、こここうだからこうした方がいいんだみたいなのを今ちょっと考えながらやってるんですけれども、昨日の反省点は iPad が遠かった、 iPad を置く位置が遠かったってことですね。 iPad は何に使ってるのかと言いますと、 iPad で YouTube の画面を開いて手元の映像の確認、こうどれくらいの範囲がちゃんと映っているのかとかっていう確認と、あとコメントの文字、コメントですね、コメントが入った時にその確認っていうのでやってるんですけれども、それでスマホで撮影をしているんですね。なので角度的にスマホでコメントを確認するっていうのができないので、 iPad の方で確認をしているんですけれども、その位置が昨日遠かったということが分かって、なので昨日は向かい合わせになる位置に iPad を置いていたんですけれども、今日は私のこの右側ですね、この先に置いています。それで、確認をしながら、時々確認をしながら、こっちの方が見やすいですね。映像も確認できますし。で、今日は、結果今のような設置場所にしたんですけれども、でも、今日6時半からやったんですけれども、この、大体6時10分頃からこのライブ配信のセッティングをしていたのですが、その時は実はパソコンも開いてたんですよ。 iPad は先ほど言った昨日の位置ですね、向かい側に置いて、でこの今 iPad 置いてますって言って見た右側にパソコンを持ってきたんですよ。ノートパソコンがうちあるので。なので iPad では映像確認して、コメントはパソコンで見た方がパソコンの画面が広いので、そっちの方がいいかななんて思ってやっていたのです。右側にパソコンを開いて電源入れて YouTube 開いてって。で、やってる時点で、ダメだって分かったのは何かというと、パソコンはファンの音がすごい、すごいというか、うちのパソコンがだいぶ古くなっていてすごいゴー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 言ってるんですよ。熱持っちゃって、これはダメだとこの距離にはちょっとダメだというのが分かって、それで、結果先ほど最初に説明したスマホで撮影して右側に iPad を置いてっていうことです。はい、そうですね。トライアンドエラーの繰り返しで
ライブ配信で、いい感じに配信できるにはっていうところを、まだまだ始まったばかりなので、やり始めたばかりなので、その辺が定着するまでがもうちょっとかかるかなとは思うのですが、それでスマホと iPad の位置はこれでいいかなと。で、あとはこの私が日付を書いている今向かって左下に見えている4月2日火曜日6時半から7時、あれを置くところに差し子付近を下に置いて、あので画面に映していて、どこに置いたらいい感じな角度になるかっていうのを何にもないところに置くと難しいんですよ。フレームから出ちゃう場合もあるので、そこで探ってると画面上に手がだいぶ動いちゃうので、なので差し子付近を置いて、ここに沿ったところに置けば大丈夫みたいな風にしてみました。なので今日は一発で置いて、あとはもうそのままっていう感じでできるので、それは良かったなと思いました。リアルタイムで映像が確認できるんだったら、もうちょっと手前1センチくらいかなとか、そういうのを画面見ながらリアルタイムでできるんですけど、何秒間かずれてるところがちょっともどかしいなっていうことが分かりました。はい、ちょっと今飲み物を飲みます。あと昨日のライブ配信の後からの気づきみたいなところで分かったのは、映像を、ライブ配信終わりましたと。終わってあの概要欄にも書いてるんですけど、念のため一通り確認をして、それで大丈夫かなと思って公開すると、そういう感じにしようと思っているのですが、で今日4日目なんですね、ライブ配信始めて。で1日目2日目に関しては、そのライブ終わりましたと、で一通り映像を確認して、このままでいいかなって思って、このままで、そのままあと、非公開になっているのをただ公開っていう風に変えるだけで、それで終わるんですよ、そのままでいいのであれば。なので1日目2日目だから、30、31ですね。それのアーカイブは多分その日の午前のうちくらいには公開はできていたのですが、昨日の、ライブ配信4月1日ですね。あれは冒頭頭のところをちょっと2分くらいかな、準備中のところをちょっと削除したかったんですよね。カットしたくて。で YouTube 上でもうちょっと正確に言うと、なんか YouTube スタジオっていうサイトで編集をかけることができるんですね。その非公開状態にして、それを編集できるのがカット。あとやろうと思えば、例えば何かが映り込んでしまってその部分をぼかすとか、あとは BGM を入れるとかできるらしいんですけど、そこまではちょっとやったことないのでそれはわからないんですけど、私はただただ頭2分くらいカットしたかったって。でそれをカットするためにその画面
を編集画面を開いてみたら全然読み込まない、なんかくる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 回ってるみたいな感じで、まだ編集できる状態にならなくて、それを待ってる間で、適宜確認はしてたんですけど、夕方くらいになってもうダメで昨日のなので結論、最終的には夜の9時過ぎに公開ってなりました。編集画面に入れたとしても、そこで作業しますね、カット。私は冒頭1箇所カットだったので編集する時間は短いんですけど、それでカットしてそれを保存ってやると、今度保存するまでも時間がかかるっていうのがあって、私は1箇所くらいだったから、まだね、そこから2時間も3時間もっていう感じではなかったので、まだ良かったのかもしれないですけれども、そういう風になるんだっていうことが分かりました。なので、もし今日の動画、今日というかこれからもそうなんですけれども、一回確認して、もし何か編集をかけるとなった場合は、夜かもしくは次の日の可能性があります。公開されるまでの間に案外お時間いただくんだなっていうことが昨日分かりましたので、それ分かるとそんなに見通しが立つというか、何回も編集画面来なくてもいいかなって、もうそれはもうそういうもんだって思って、夜にやるかくらいな感じに多分今後はなるんじゃないかなと思います。ちなみに今日は、ライブ配信終わったらちょっと私日中出かけるので、そうすると一通り確認するっていうことが、そこでもそれがなんだろうな、行くまでの間にできるのかっていうのがっていうことと、あとは確認できたとしても、ちょっとここカットしたいなっていうことが出てくるかもしれないので、それも考えると昨日よりは作業に入る時間が遅くなってしまうので、もしくはというか、もしかしたら今日の夜か、明日になってしまう可能性もあります。そんなくらいですかね、昨日の反省点としましては。はい、端っこまで来ました。はい、ここもちょっと油断するとですね、私のちょうどこの左手のこのすぐ左側にスマホスタンドがありますので、危ないっていう、倒れたら危ないってここをちょっとね、スマホスタンドちょっともうちょっと悩みますね。何を悩むかっていうと、倒れることを考えたら、例えば机のところに、ネジがキュッキュッキュッってこう挟んで固定できるタイプのもので上から撮影するとか、もしくは
台座がすごいドーンって重いやつでなんか三脚スマホスタンド、そういうのなんか重くてずっしりしたやつで、そんなこうちょっと触れたくらいでは倒れないものに変えるかとか、そういうのがちょっと考え中ですね。今のこのスマホスタンドはあの軽いんですよねもうちょっと触ったらもうポロンって落ちてしまうので、そこはちょっと考え中ですね。ちょっと飲み物を飲みます。で、今刺したのがここのラインですね。ここのラインを2列差し越しました。で、この後どう映るのか、この斜めのままこう行くのかどうするかっていうところなんですけど、ちょっとこっちを見ますね。どうだったかなって。うん、ここで、わかりました。今ここになってるので、今ここで割ってるんですね、糸がね。で、あとここ一目入れてあげるんですけど、そしたら次はこう行こうと思います。この横ですね。この横で横2列やってっていう感じでやろうかなと思います。だからこっちやったら次こっちみたいな感じで、次また隣の列行って、でまたこっちの列行ってみたいな、互い違いにやろうかなと思います。なのでちょっと方向を変えて、一目入れてあげて、で、ここか。こういうところ慎重にいかないとずれるとずれてしまうっていうのがねありますからね。はい。で、このねくるっといって、向きを変えまして、はい。そのあたりはどの向きに行くかは好き好きだと思います。私はこうなんか互い違いに行くのが楽しいなと思ってるので、そのようにしています。で、ここまで来たら、2列ずつ行くので、次の列に移ります。移るときはさらしとさらしの間に糸を通してあげます。なのでちょっとこう裏とか見て出てないなっていうのを確認して、で次の列に入りますね。はい、一旦ここで抜いてあげます。違う、もう一個そっちだ。もう一個そっちでしたね。で、ここまで来たら、今ここ
こあと一目ね入れてあげるんですけど、じゃあその後の向きはってことになるんですけど、この流れ、この流れが2行2列12って指した後に1個開けるんですよね。ここが道になるんですね。12って指して1個開けて、またここから12ってなるんですよね。なので次こう90度ね、ここ曲がります。こういうここにね流れを作ってあげます。なのでそこまでやったら、今日はちょっとこっちの向きまで行ったら今日のライブ配信は終わりにしようかなと思います。ここまで曲がってあげないと次始める時にどっちだっけって絶対悩んでしまうので、この流れをね作るところまで今日やろうと思います。ここがねなんかね悩むんですよね。ここが開くから次こってことは、ここでここだ。ここでねちょこんとだけいくんですね。ちょこんとだけ。はい、ここお隣さんにこう入りましてですね。はい。でこっからこうです、こうです、この向きです。こういう向き。はい。このなんか法則みたいな、これがこう頭にパッとね思い浮かぶまでがって悩んででなんか列ずれたりとかあるので、ちょっとここはねしっかりと、はい、見ておかないとあれあれってなるポイントですね。なのであと次にここの道だぞっていう道まではちょっとつくところまで行きますね。そこで今日霧がいいかなと思いますので、ちょっと斜めってますね。こうですね。でここで危ない危ない、引いてあげて、はい、これでいいはずだ、多分多分大丈夫だと思うんですけど、ね、こういうのがねやっぱ模様差しと違うんですよね。ここが悩むんですよ。まっすぐここがここの道っていうんだったらもうここまっすぐ行くってわかるんですけど、このスタートのねところを決めてあげるのがなかなかなちょっと緊張ポイントではあったりします。なので今日はここまで斜めの列とここの横に行きましたので、明日やろライブ配信平日やろうかなと思っているので、明日やろうと思っているのですが、本当にやるとなったら今日の夜に、ちなみに昨日はスケジュール設定っていうのができるんですよ、ライブ配信って。それやったのが多分10時頃だったと思います。10時頃にスケジュール設定して何時間後からライブが始まりますみたいな風になるんですよね、あれね。多分それを今日の夜出てたら明日の朝あると思ってください。なんでこういう言い方するかって、例えば今日明日やりますって言って今日の日中に何かがあって明日の朝ちょっとできる感じじゃないわってなったらちょっと困るので、でも今日日中何にもなくて明日もできそうだなって思う、夜の時点でね思えば多分私が寝坊しない限りはできるんですよ。なのでそういう理由で今日の夜あたりまで様子見て大丈夫そうだったら明日この続きをやろうかなと思います。でも今日の夜にそのスケジュールのが出てなかったらないんだなって思っていただければと思います。はい、じゃあそろそろ終わりにいたしますね。ちょっと一回飲みますね。はい、そうですね、7時も過ぎましたので今日はこの辺にしようかなと思います。なので、ライブ配信をやるにしてもやったら
こんな感じですね。何か付近を決めて、最近っていうか、まあ明日明後日やるにしても基本はこれをやっていると思ってください。これがだんだん出来上がってくると。でその過程を幸子を淡々とするっていう感じですね。私もこうやって何か決めておくと、朝からなんだろう、メリハリが出て私もいいなっていうふうに思っていて、でこの時間やるっていうのを時間を決めてると幸子も進みますし、でもしそういうのでちょっと見ようかなとか、一緒にねこの時間やろうかなとか、準備中に見てみようかなとか、そういうのあったら、幸子してるなって思って見ていただければっていうふうに思っております。はい。コメントもありがとうございます。はい。ありがとうございます。楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。朝から見ていただいてありがとうございました。では今日はこの辺で失礼させていただこうかなと思います。見ていただいてありがとうございました。